皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回はまだお給仕はだいぶ先になりますので、曲についてつぶやきたいと思います。マッパアニメの前週は始まりましたが、前の公開が来週になるということで、この隙間を利用しまして、エピックナラティブズ発売前後の MV 公開シリーズ最後となるフォービドンテイルについてつぶやいてみたいと思います。MV の公開は2024年10月4日22時ということで、エピックナラティブズ発売の9月25日から約1週間後、福岡ビートステーションでの番外編お給仕の前日でした。私はお給仕帰宅のために福岡に前入りしていたので、ラジオの公開放送で間近にさえちゃんと小畑さんを見て興奮冷めやらない状態で滞在先のホテルでこの MV を見たのを思い出します。この曲は公開前からインタビューとかで展開が多い曲だとか民女の人生観を表しているといった情報は入っていました。私的にはバンドメイドというか民女が作る曲は構成がすごいと思っているので、どんな構成の曲なのかすごく楽しみでした。それでエピックナラティブズで聞いた結論はその期待以上の素晴らしい曲でした。私的にこの曲はまずアルバムで聴いて、この MV 公開を見て、翌日にお給仕で初披露となる生のフォービドンテールを味わえたという素晴らしい体験ができたという思い出深い曲でもあります。作詞はさえちゃんということですが、私的には小畑さん作詞と言われても納得するような感じがしています。どこがどうというわけではなく感覚的にですが、でもところどころさえちゃんらしい言葉の当てはめも見られるので、メロディーだけでなく歌詞も本当に味わい深い曲だと思っています。あとこれまで曲についてつぶやくときって A メロとか B メロとか言ってますが、この曲はメロ構成が多すぎてそういう形では表しきれない感じですので適当に表現しています。ですのでそれは違うとか思うかもしれませんがご容赦ください。ということで前置きはこれくらいにして曲についてつぶやいてみたいと思います。まず冒頭はミンチョの静かで綺麗なアルペジオ的な演奏のみでさえちゃんのボーカルから始まります。これはとりあえず A メロとしておきます。2小節目からあーちゃんのドラムが入ってきて MV ではミンチョの綺麗なオルタナイトピッキングが見られます。それでそのまま B メロになりますが、ミサさんのベースと小畑さんのリズムギターも加わって重厚感が増して、 MV では階段の真ん中でボス感が出るミンチョが映されて、この後に来るサビへ階段を上がっていくように盛り上がっていきます。こういう演出は私的には大好物なやつです。それで1サビにつながるさえちゃんの手をつないで Take Me Now のところで MV 的にはここで白黒からカラーになってくるぞって感じがたまりません。遥か遠く生まれる前から紡いでるストーリー、今は遠く見えなくても I can feel you by my side。 たとえ暗闇で一人になってもいつもここで名前を呼ぶから、この声が光に変わる頃手をつないで Take me now。 それで一瞬ブレイクを挟んで1サビになります。ここでいきなり全力のハードロックに切り替わります。お給仕だとここでものすごく盛り上がるところですね。 MV だと美しいさえちゃんの横顔が拝めるところになります。この静かに A メロ B メロが来てハードなサビに入る構成はこれまでの曲でなかなかない構成じゃないかなと思います。デイドリーミングとも違いますし、私的には結構新鮮な感覚です。でもサビのメロディーは相変わらずキャッチーです。それでサビ最後のとどろけレミヒットボイスは小畑さんのコーラスも含めて最高の締めくくりだと思います。1サビ終わりで感想というかイントロ的なところになりますが、ミンチョのリフがかっこよくて私的にはめちゃくちゃ好きなところです。お給仕ではちゃんとするところですね。そのまま 2A に入りますが、ここは 1A と違ってバックの演奏が入って軽やかな感じというかリズミカルな感じで 1A と全く違うテイストになっています。アーチャーのドラムはシンプルな8ビートに聞こえますが、なんかもっとリズミカルに感じるというか単純じゃない感じですし、ミサさんのベースも同じような感じを受けます。
それでそのまま 2B となるかと思うと全然違うテイストになって、ここの歌詞のノノノノノノドーってキーとかってものすごくサイちゃんらしいというか、小鳩さんだとこのチョイスはないだろうなと思うキャッチーな歌詞のところです。でもこの 2B ダッシュみたいなセクションがジャズっぽいとか、ミンチョ曰くロマンスゾーンとか言われてるところですかね。ミサさんのベースラインもなんかジャズっぽい感じで渋いですし、あーちゃんのドラムは裏を取るような形で、これもジャズっぽい味わい深さを出してるんだろうなと思います。いろんな方が言及されてましたが、あーちゃんの左手のスティックの持ち方が真ん中あたりを逆手で持つ感じになっていて、叩き方のこだわりも見えますね。それでめちゃくちゃかっこいい下がっていくギターのフレーズの入りで2サビに入ります。サビは歌詞もメロディーも基本的に同じですね。この複雑な構成の曲でここだけシンプルにしているのはミンチョとサイちゃんの戦略かと思います。このサビだけではないですけど、あーちゃんがインタビューでも言ってましたが、シンプルにしてメロディーを際立たせるようにしているみたいで、ミサさんも同じような感じだと言ってましたね。確かにって感じがします。2サビ終わりでなんか演奏が終わったような感じになって、同期音源で観客の声援みたいな音が入ります。初見だと終わったのかなって思ってしまうところですね。お給仕ではここで思いっきりリアル感性を上げるところです。ここお給仕ではかなり楽しいです。それで C メロに入ります。ここの入りのアーチャのドラムフィルとそのまま続くタムのフレーズが渋いです。それで C メロの続きなのか D メロなのかというところになりますが、 C メロの続きとしておきます。ここは C メロの入りで少しダークな感じになった雰囲気が少し明るい感じになったように感じます。 MV では草原に座って太陽を浴びるサイちゃんの絵が見られるところですね。ここの曲調とすごく合っていて、なんか気分的にはゾクゾクするような感じになります。それで私のような単純な感覚だとここでサビに入るのかと思うのですが、なんとさらに D メロみたいな感じで展開します。ミンチョさん参りましたっていうところです。これによりこの曲の壮大さというか奥深さがさらに増しているように思います。ミサさんのベースもいつものドライブ感バキバキのベースラインにありますし、アーチャのシンバルがめちゃくちゃいい味を出しているように思えます。しかも最後の何百年でも Singing Loud ってところからサイちゃんのボーカルがリズミカルになるところがあって、Nobody can stop us のところで壮大さにとどめを刺す感じ、最高です。もうここまででかなりお腹がいっぱいになってますが、あーちゃんの気持ちいいドラムフィルでラスサビに入ります。ここまでのためもあってすごく盛り上がるところです。サビはやっぱり歌詞もメロディーも同じなので、なんか家に帰ってきたような安心感も感じられて、お給仕だと本当に思いっきり盛り上がるところです。この曲構成は本当にすごいと思います。
それでこのまま終わるのかと思いきや、最後にまだやってくれます。E メロと言っていいんでしょうか。しかもここのメロディーと歌詞がこの曲の壮大さをさらに何倍にもする感じになります。私的にはミサさんのベースラインがめちゃくちゃ好きなところです。一瞬だけですがビートルズのポールのフレーズを感じてしまいました。でも本当に歌詞も素晴らしくて、メロディーと相まってなんか陶酔するような感じになりますし、私的にはよくこんなの考えられるなシリーズです。それで本当にこのまま終わると思っていたら、ここでアウトロになります。お給仕だと全力でちゃんとするところですね。これも通常の感覚だとこの E メロのまま終わっていいような気がするのですが、ここでこのめちゃくちゃかっこよくて激しいリフのアウトロを持ってくるところが、私的にはやっぱりミンチは天才だなと再確認するところです。ロッカーの魂というか、これぞバンドメイドと感じるところです。それによってこの曲を聴き終わった時の余韻というか、やっぱりロックだとなって折れるというか、何と言ったらいいかわからないのですが、やっぱりバンドメイドの曲だ最高みたいな感覚になるんです。本当に完璧というか信じられない曲構成です。この曲を作って歌詞を作って編曲できて演奏できてお給仕でも見せられるバンドって本当に素晴らしいと思います。ミンチョのリフは完璧ですし、小畑さんのリズムギターもすごくかっこいいですし、ドラムもベースもシンプルなのにめちゃくちゃ味わい深くて、大御所バンドという風格が出ているような気がしています。4分36秒というバンドメイドにしては長めの曲ですし、本当に展開も多くていろいろなことがあったと思うのに、全体としてはまとまっていて、これ以上長くても短くても良くないというか、あまりにもぴったりな長さというか構成で本当に素晴らしいと思います。この曲は聴けば聴くほど、お給仕で見れば見るほど上限なしに好きになっていく曲だと思っています。福岡のお給仕で初めて目の前でこの曲を見て聴いた時の破壊力は今でも鮮明に覚えてますし、ZEP ツアーで見て聴くたびに凄さが増していった記憶も鮮明に蘇ります。前のアルバムのアンシンワールドのテーマとして原点回帰と原点進化があったと思うのですが、本当にバンドメイドとして進化の延長線上にある曲だと感じています。バンドメイドはまた次のステージに上がったように感じました。なんかつぶやき足りないところがいっぱいあるような感じがしますが、とりあえずこのくらいにしておきます。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。